相棒の名前は決まりましたか？相棒なんていません。どうも、熊五郎兄さんです。本日の修理はこちらとこちら。はい、出てきました。予想よりかなりでかい。はい、でけえな。はい、こちらレーザーのスピーカーですね。レーザーリヴァイアさん、こちらジャンクで4100円で購入しました。ちょっとね、予想よりでかくて困ってます。バラで買ったんですよ。こっちはジャンクで、こっちは動くって書いてあったんだよ。全く信用できないんだけど、特にね、こっちのは電源コードがついてないらしいんですよ。 18V 2.8A。 多分ノートパソコン系のアダプターでなんかいけそうだよね。壁掛け用の穴も開いてますね。音声入力は Bluetooth と光端子とミニジャックだね。ステレオミニジャックだね。多分足は結構なんかかっこいい足がついてるけど、ウーハーかっこいいね。18センチぐらいのウーハーなのかな、16センチかな。ここにバスレフポートが開いてますね。定格入力 30W、 インピダンス 4Ω ということです。状態はね結構綺麗ですね。ここに少し傷がついてるけどそんなもんかな。結構綺麗です。とりあえず電源がないんで、いつものね安定化電源、ちょうど今ダイソンの掃除機充電してんだけどね、もうすぐ充電終わると思うんで、じゃあまず電源入れて動作チェックやってみたいと思います。じゃあまず接続していきます。ウーハーを先につないどくか。ウーハー端子多分壊れてるね。こんな状態です。なんか中見えてるね。壊れてんなこれ。ウーハーはジャンクじゃないって書いてあったんだけどね。はい、とりあえずつながりました。あと安定化電源だね。 18V に合わせました。電流値はちょっとまだ適当に上げただけなんで足りないかもしれない。一回消して、入りません。標準より細いやつだね。はい、ちょっとこれで探していきます。はい、合いましたね。これでぴったりみたいです。こんな感じね。あとピンジャックの極性は調べてあります。センタープラスですね。電源入れます。スイッチオン。とりあえず特に反応なし。電源押すよ。ポチ。あれちょっと待った。ちょっと待って。これショートしてる。今 18.08V で0A ですね。いきますよ。バシッ。3A 流れて 0.9V。ショートしてます。よかった、ちゃんとジャンクだよ。とりあえず 18V つなぐと電圧が 0.9V とか 1V まで下がって最大電流流れたんで、思いっきりショートしてると思います、内部で。こっちがジャンクなのはいいよ。それは良かった。こっちジャンクで買ってないからね。中古で買ってっからね。端子壊れてるやん。ちょっとこっち分解して中見ていきましょう。はい、じゃあちょっとバラしていきますね。バラし方が全くわからん。前からバラすのかな。ただここにプレステみたいなサービスって書いてあるやつがあるんで、これ取ってみようか。ヒートガンで温めよう。いけそうです。おう、関係ない。なぜか USB ポートがあったぞ。なんだ？サービスポートには USB が入ってます。ここにネジあるね。ここだ。ネジじゃない。関係なかった。そうすると本当ネジないよ。いや違う気がするな。これ多分裏からじゃないよ。やりたくねえけど多分こっちだよ。ネジ穴見えるしね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 個。多分こっちからだよ。嫌だな、こっち開けんの。はい、中で両面テープが入ってます。ネトネトしてる。そういうのやめてほしいんですけど、温めて取ろう。両面テープベッタベタだよ。こういう黒い両面テープですね。ブチルゴムじゃないけど似てる感じ。フォンフィックス。一応入ってはいる。こんでスカッといかないかな。いかねえよな。そんな人生甘くないよ。これを傷つけずに開けたい。いやーこれ厳しい。はい、もう力技はやめます。
ペラオと無水エタノールで中の両面テープだけを壊していきます。できるかどうかは知らん。やっぱペラオはすごいよ。スルッと入る。少し浮いてる。これくらい出てきた。あ、動かしてるとなんかいけそうじゃない？結構出てきてるよね。両面テープが見えます。はい、引っかかりがちゃんと出ました。ほんと iPad の画面撮ってるような感じだよね。両面テープがえぐいけど。でこのグリルをね、曲げたくないのよ。傷もつけたくないし曲げたくもないの。これはいけそうだ。ここからヒートガンでやってみようか。いけそうです。おお、いった。いっちゃった。はい、いっちゃった。見てください、この悪意を感じる両面テープの量。すげえ両面テープ入れてある。取れないために両面テープをいっぱい入れてるのか、取らせないために両面テープを入れてるのか分かんないからね、これね、ほんとね。お兄さんいつもそう思う。どっちなんだと。はい、それじゃあ分解やっていきましょう。これトルクスっぽいです。何ミリ？トルクスってさ、見て何ミリか分かんないよね。トルクスの10ミリ。これだな、多分。ジョイントを買ったんですよ。これね、トネのビット延長。ここがちょっと動いて、中のマグネットが動くんですよ。で、しっかりついて外しやすいみたいな。これガタがほとんどなくて、結構使いやすくていいかもしれないです。あ、そうだね。トルクス10ミリでぴったりだね。よし。お、来た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 。両面テープ貼りすぎなんだよ。重い。あ、結構立派なスピーカーがついてるね。ただ相変わらず配線はケチってるよね。で、コネクターでついてるんで、コネクターから抜いていきます。あ、やっとスピーカーが外れた。あ、結構やっぱしっかりしている。固めのスポンジゴムが一体で巻いてあるわ。ちゃんと専用設計されてる、これ。スピーカーは4オームだから、多分カーオーディオそのまま使えそうだね。あ、このサイズは売ってないか。で、ツイーターは、普通に並列接続ですね。で、ここになんか部品が見えるんで、ハイパスフィルターはどっかに入ってるんでしょう。あ、ここに入ってるね。ハイパスフィルターは、多分単なるコンデンサーがついてるだけじゃないかな。ビンゴだね。ようわからん。緑色のキャパシタ。ここにキャパシタがついてます。多分こっちじゃないと思うんだよね。壊れてる原因は。電源部だと思うんだけど、一応テスター当てましょう。で、こう 4.3 オーム。ごめん、喉乾いちゃった。コーラでも飲もう。お兄さん実は大道のコーラ好きです。じゃあさらに分解していきましょう。ほんとトルクス好きだね。多分全部トルクスだよ。1、2、3、4、5、6本。なんかアンテナがついてるね。こっちはNFC だっけ？こっちわかんないね。あ、これが Bluetooth のアンテナなのかな？一応狙ってるのはここの DC ジャック。なのでこの辺だよね。一応基板も外しちゃおうか。多分ここの基板が壊れてると思うんだよね。あ、なるほど。今外したネジは取らなくてもよかった。ヒートシンクがつけてあった。アンテナは両面でくっついてるね。ちょっと面倒だけど外します。エポキシで固められてるね。なんでこんなことすんの？ホットボンドじゃないね、これ。カリカリだからエポキシだ、多分。ひどいね。取れないよ。そんなに取らせたくないか。全然溶けねえ。どうしよっかな。ハンダ盛ります。お、来た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 。すごく邪魔だけど、これはつなぎっぱなしでいきます。取れないんで。とりあえずテスト当ててみましょう。はい。
まあこれプラス端子マイナス端子だと思うんだけど、ショートしてますね。これがコンデンサが並列に入ってるのかな。このコンデンサが並列に入ってるのと、 D はダイオード、この辺で壊れててくれると楽。あとはコンデンサがこっちにもついてるね。両方で同通してるぜ。これとほら、このキャパシタも短絡しているということはどういうこと？わかんない。だってここなんてさ、多分これベタアースに落としてない？多分こういうコンデンサ取ってもだろうね。これやばくねえか。やばいジャンクな気がする。ちょっとお兄さんの大予想言っていいですか？ショート原因はこいつ。そうそう、それとね、こんなん買ったんですよ。PCB フィックスチャー。わかんないけど。基板を固定するやつですね。そう、基板を固定するやつですね。こんな感じかな。あ、これじゃハンドできないでしょ。ダメだ。固定はできない。残念。あんま使えなかった。ここです。取る部品は。ダメだな、これ。全く使えなかった。一回溶かしてみるね。全然溶けない。やっぱね、ハンダには鉛入れるべきだと思うよ。基板が固定できねえ。取れた。これですね。ショートしてないわ。全然関係なかった。違った。多分部品外していくしかないよね、こうなると。電解コンデンサか？どっかでもろショートしてんだよな。この辺は全部ショートしてますね。多分ほんと近くだと思うんだよね。もうプラスとマイナスがショートしてる状態だから。焦げてるよ。こういうチップの周りで焦げるのやめてほしいね。これとこれだな、多分。こっちはね、もう半分弾けてるね。これは一応ね、原型あります。いや、探すと見つかるもんだね。C の140と C の167かな。とりあえず外そうぜ。どうでしょう。導通は治ってません。ここの3つのコンデンサ、こっちもそうだけど並列で3つつないでるね。こことここについてる、ここの2つは焦げたやつ、これは取った状態ですね。でも結局電源ラインのプラスマイナスのショート治ってないので、電源に対して並列につながってるコンデンサ、基本的にコンデンサだと思うんだけど、これとこれと、この辺かな。これもそうだったかな。とりあえず大きい部品外しちゃいましょう。めんどくせえなどうやって取ろうかな。これ使います。低融点ハンダ。それにしてもこの表面実装の部品厄介だね。ちょっと撮影してなかった。ヒートガンで撮りました。これですね。変わらずはい、とりあえず電解コンデンサー4つ取りました。関係ないんだな。コンデンサー外したんですけど、今更ながらね、ちょっとお兄さん分かったことがありまして、まずここが電源ね。で、ここがスピーカーのプラスマイナス。こっちもスピーカーのプラスマイナスね。こっちがね、L だった気がする。多分ね、逆 LR だと思う。どっちでもいいんだけどね、それは。要は、このチップが右、左チャンネル、右チャンネルでコイル通ってスピーカー。こっちが R チャンネルでコイル通ってプラスマイナスね。L スピーカー。で、こっち、ウーハー。こっちはモノラルだから、コイル通って、で、ここに端子ないんだけど、このパターンね、ずーっとこういって、ウーハー端子なんですよ、これ。なので、この辺が、左右スピーカーですね。でこっちはね、ウーハーの区域だ。で、焦げてたコンデンサーってこことここですよね。外側1個ずつが焦げてたんだよね。こっちも同じなんだよ、ほら。これがあって、3つコンデンサー並んでるのね。一緒なんだよ、ここ。で音の信号を多分こっちで作ってるんだよね。こっちで音の信号を作ってて、こことここ飛んでたでしょ？焦げてたでしょ？ウーハーの鳴らしすぎなんじゃないっていうところで、これ多分 DQ アンプなのね。で DQ アンプなんで電源の 18V そのままかどうかはわからないけど、電源信号を PWM 信号で鳴らしてるから、
アンプの最後のあたりまで電源が来てておかしくないのよ。要は大きい電源のオンオフしてスピーカー鳴らしてるから、なんでこの辺でも電源出るんだよね。ここのショートと同じようにここでもショートしてるから、要は DQ アンプの PWM で使ってる電源がショートしてんじゃないと。原因はウーハーの鳴らしすぎっていう仮説を立てました。なのでこの辺で取ったコンデンサは多分全然意味ない。関係ないという仮説です。なのでちょっと大変なんですけど、このちっちゃいコンデンサこの辺をちょっと調べていきます。でこの辺のやつ全部外すわけにもいかないんで、ちょっと危ないですけど、無水エタノールを使って電気をかけて蒸発させてみようかなと。熱でショートしてるってことは電流がそこで通るんで熱を持つはずなので、それで壊れてるところを探します。まず電源なしでつけちゃいます。じゃあやってみるよ。安定が電源 2V でつなぐとショートしてますね。 0.12V まで下がりました。電流制限かかって今 0.3A が流れてます。これで発熱してればそこが乾くと。 0.3A じゃ発熱しないかな。こっちまだ濡れてるけどここ乾いてるよね。乾き早くない？わかんないね。 0.6A 変わんないよね。部分的に熱くなってる感じはしないね。0.9A 流してます。測定はできないね。いやーわからん。確証が持てない。これかもしんない。この8本足。これ乾くの早いわ。外してみっか。とりあえずちょっとね、これがさっきちょっと温まってたパーツなんですけど、これデータシートで調べたら MOSFET らしいんですね。でソースゲートで、こっちは全部ドレンってなってるらしいの。なんかさ、抵抗測ったんだけど、ソースドレン間って電圧入ってない時って電気流れないんじゃなかったっけ？P チャンネル MOSFET って書いてあった。なんかね、全部ショートしてる。どういうこと？あとなんかこれがボロボロ出てくる。とりあえず外してみるね。外してショートが治るんだったら、まあこれが壊れてるっていうことで。はい、取れた。じゃあちょっとテストしますね。治ってます。導通なし。あれ？導通してるよ。あれでも電源の導通治ってるけど。電源のショートは治った。とりあえず電源のショートは治ってる、やっぱり。ただ、ここのショートは治ってないね。ここはどうですか？治ってない。じゃあ MOSFET は MOSFET で壊れてて、プラス他にも壊れてるってこと？じゃあ電源は治ったんかい？ 0.05A とか流れてるね。アンプじゃないところは起動してるってことか。 0.05A ぐらい流れたりしてる。電流値は変動してますね。今 18V かけてるんですけど、ここから外した MOSFET 調べたら部品単品で検査しても全部導通しちゃう。で、これはこれで壊れてるんだけど、それでもまだショートしてるんだよね。ここの MOSFET より先なんですよ、これが。で、こっちは MOSFET の手前側なのよ。電源からすぐコンデンサーで、ここはね、ショートが解消されたの。ここのショート、ここのショートも一緒なんだけど、それはここのショートが原因。でも、こっちのドレン側、出力側になると思うんだけど、そっちはね、解消されてないんですよ。いや、このランドがこう来てんのね。こう来てんのよ。で、こう行って、ここの3つ、ここの3つ、ここの3つね、焦げてたところの3つと、こっちにも行ってるの。で、この MOSFET のドレン側のプラス、このプラスと、この3つ、3つ、3つ、3つ。この辺のどこかなのかなっていうふうに今予想してます。なのでちょっとここから部品を外していきます。じゃあちょっとテスター当てます。変わんないね。ここは原因じゃなかったと。はい、じゃあテストします。変わらず。こっち関係ないと思うんだよな。やるしかないか。
コンデンサー外しまくったら原因分かりました。ここ12345本コンデンサーここについてたんですけど、これ外したらショート治りました。はい、音しません。結局ね、ここ外したでしょ、6個。あとここの3つとここの3つとで全部外れで、ここ6個外したら当たり。あとここも取ったんだ。こっちも取ってます。なので最後ですね。これでショートはなくなった。あとは部品だよね。どうしようかな。コンデンサーは何とでもなるんだけど、こいつだよね。故障箇所は3箇所か。ここのコンデンサがショート、ここの2箇所のコンデンサが焼けて、モスフェットが壊れてる。ボリューム全開とかしたのかな、ちょっとわかんないけど。じゃあ部品注文して届いたらまたこれ続きやります。はい、部品が届きました。チップのコンデンサーですね。あとこちら8本足のモスフェットですね。同じ大きさですね。一番つけづらいコンデンサからつけましょうか。部品がねちっちゃいんでね、どうやってつけようかな。ヒートガンでやろうか。できるかな。取れてなかった。こんな感じで基板のやつ塗りました。これね。で今これから紫外線で固めていきます。でこれ買ったよっていうそんな話です。夢中ってやつね。明らかに塗りすぎだね。ちなみにハンダペーストこういう風に使うものじゃないんで真似しないようにね。これでなんとかいかないかな。これでついてほしいです。お、来たかな。なんかちょっと動いたね。なんか少し斜めってるけど大丈夫っぽいな。これ多分ランド剥がれてるっぽいですね。ここあんま良くないけど隣とつなげます。めちゃめちゃひどい仕上がりですが、一応機能的には問題ないはず。あと今気づいたんだけど、多分これサイズ違うわ。多分ねこのサイズだ。このサイズ、これ大きいやつだもんね。大丈夫だね。でこっちの外側がこっちと多分 OK。 そしたら次はね、ここの123456789101112ここをつけていきます。横は全部つながってるんでこういう状態ね。こっちもつながってる。だからぶっちゃけ1個でもついていりゃいいんじゃねえのっていう、そんなことは言っちゃダメ。なんだろうね、ノイズ減らしたかったのかな。ここも大きさ違うのかな。明らかに合ってないよね。なんかうまくいかなそうだね。ここもサイズ違うのはね嫌だな。全然つかないね。ダメだ、大きさが違うとつけらんない。どうしよっか。はい、全部ハンダ付けしました。もうサイズが合わないんでリード線で出してこんな感じでつけてます。ここもリード線で出して3つ、リード線で出して3つ、あとここもうここ緑のやつ潰しちゃったけど123個入るのね。リード線で3つですね。123個、そんな感じでコンデンサーをつけてあります。なのでリード線で出しちゃってはいるけど、一応回路図的には同じ状態ですね。8本足のモスフェット、これもハンダ付けしてあります。一応テスタもあったけどショートは全部直ってます。なので大丈夫じゃないかなと思います。本当はねちゃんと正しいサイズの部品を注文し直すべきだったんですが、待てずにやってしまいました。このリード線のハンダ付けはね2時間ぐらいかかりました。すげえめんどくさかった。これで何かあっても外れてね悪さしたりとかしないと思います。これで動いてくれりゃいいんだけどな。お兄さんのネイルライトで固めていきます。はい、そしたら仮組みしていきますね。あと放熱グリスだね。OK だね。こいつをハンダ付けしちゃおうか。これで一回電源入れてみます。スピーカーユニットはなくても電源は入るでしょう。やっぱスピーカーもつないどく。はい、つなぎますよ。ドーン。ショートはしてないです。 0.004 アンペア押します。こっち。おお、
おおついたよ。ちょっと待って、ちょっと待って。ついたついた。NFC はこれでいけんのかな。ほい。あ、来た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 。Bluetooth デバイスをペアに設定してもいいですか。はい。できたっぽいよ。レーザーリバイアさん。本日の修理はこちら。じゃん。お兄さんの連動してる連動してる。直っちまった。直しちまった。お兄さん直したよ。あー嬉しいな。これ気持ちいいな。いやー音出ましたよ。あ、ウーハーも一応音出してみようか。パソコンの修理はジャンクというチャンネルで受け付けておりますので、そちらまでご依頼ください。あ、鳴ってる。 OK、 動きます。こりゃスイーツ用意しねえとな。はい、音の傾向もつかめましたので、やっぱりね音硬いんで吸音材入れます。吸音材はフェルト使います。お兄さん音にめちゃめちゃこだわりますからね。高級メーカーのフェルトです。まあここの背面に貼るだけでいいかな。そんなもんでいいです。でフェルト貼るのはこの 60W のポットボンドで貼り付けます。OK。おー、いいんじゃない？はい、完成しました。レーザーのスピーカーいろいろ試聴したんですけど結構面白い。特にねウーハーの鳴り方がすごく自然で良かったです。こっちのスピーカーはねもう一歩っていう感じ。別に悪くはないんだけど、多分このボックス容量が小さいかアンプのパワー不足、なんか音がこうあんまり出てこない、そんな感じですね。あんまりこう近くで聞くスピーカーじゃない気がする。2メートルくらい離れると多分いいんじゃないかな。ただ電源ボタンを押さなきゃいけないでしょ。しかも10分ぐらい音が鳴らないと自動でオフになるみたいな機能もついてるみたいなんで、正直ねどこに使おうかみたいな。パソコンデスクに置いてもちょっと違う感じはしますね。なんかテレビとかそういうのにつけたらいいんじゃないかなっていう感じですね。パソコンデスクで使うんだったらこのケース作り直してあげたい感じはしますね。スピーカーが多分8センチの 2way なのかな。なんでこれぐらいのボックスで左右につけてあげてやるといいんじゃないかな。それもちょっと今度やってみようかな。結構好きです。で本日はこちらミニスナックゴールド。学校帰りにすげえ腹減ったんだけどあんまお金ないみたいな、そんな時はミニスナックゴールドです。お兄さん今日もスイーツコーナー見てきたんですよ。でふと思ったのがね、一番コスパいいのなんだろうって思った時にこれだなって思って、こちらを買いました。スイーツではないね、菓子パンだよね。皆さん当然食べ方は知ってますよね。ここから食べます。じゃあいただきます。変わらぬ美味しさ。説明はいらないですよね。変わらぬ美味しさです。あとこの満腹感ね。山崎製パン株式会社ミニスナックゴールド、熱量562キロカロリー。さすがです。はい、ミニスナックゴールドごちそうさまでした。はい、今回はレーザーリバイアさん修理を行いました。原因はね、故障した原因は電源の MOSFET が壊れてました。コンデンサーが1箇所ショートしてたんで、多分ですけどそのコンデンサーがショートしてそれで MOSFET も壊れたみたいな感じじゃないかなと思うんですけどね。コンデンサと MOSFET の交換で治りました。よかったです。熊五郎お兄さんの DIY では普段ジャンク品の修理をやってます。こんな動画ですがまた見たいなという方はチャンネル登録お願いします。それではまた、熊五郎お兄さんでした。バイバイ。